マジで終電逃してたんで若干。今も一緒に住んでて、今の家が更新になって、まあもう別れますか。家の更新あると同棲なんかできないか。次がいて。おめでとうございます。実はお姉さんが寂しかったんですよね、本音は。そうね。こんにちは。これから帰宅ですか？はい、でも僕初なる渡るという送迎市場やってるものなんですけど、あなたのご自宅無料送迎しますという企画やってるんですね。違いました。嘘ついたってことか。2日目。電話中ですか？じゃないです。よかった。ちょっと帰る人探してるんですけど、電車乗りますこれから。電車乗らないです。じゃあ何で帰る？タクシーとか？今からクラブ行くんです。ナンパされに行くんですか今から？まあレッスンないんで。かと思いました。もう絶対あそこですよね。その歌舞伎町のそのワープですよね。ですよね。数時間後。帰ると探してるんですけど、ちょっと急いでたりしますか？電車につまり渡るという送迎市場やってるものなんですけど、聞いたことはありますか？今ちょっと笑ったんですよね。なんか送迎市場って何って思ったんですよね。無料基地って聞くだけなんですよ。怪しいですよね。怪しかったらこういうのつけないんじゃないですか。この子名前あるんですけど、ホワイトプーさんって言うんですよ。でプーさんのオリジナル。違うだろ。ちょっと色変したらそのディズニーのプーさんになりますよっていう。それでね、赤い T シャツ着ればね。マジでタダです。本当に。マジでタダ？そう。マジで終電逃してたんで若干。マジですか？ちょうどいいじゃんか。お姉さんが今日最後なんですよ、声かけるの。本当？お姉さんもう乗らないんですよってなったら、僕今日そのまま帰ります本当に。ことは今OK ってことですよね。まあ、いいですか？やったー。本当ありがとうございます。送迎中。ありがとうございます。もうタクシー代が起きましたわね。ありがてえ。何がいるやったんですか？今日は仕事帰りですね。何のお仕事されてるのか聞いてもいいですか？そういう夜。そういう方結構乗るんですよ、僕。そりゃそうだろ。大半そうです。大半そうでしょ。そうでもなんかショークラブみたいな、そうダンスがあるみたいな。要するにその銀座の銀座だっけな、そのバーレスクみたいな。そう。そんな感じ。銀座？あれはね、六本木か。どちらかというとその3丁目じゃないわ、2丁目とかにあるね、そういう感じの華やかな感じですね。ちょっとめっちゃ失礼かもしれないですけど、男性じゃないですよね。女性です。いやよかった。寒いですよね。全然大丈夫ですよ。仕事お疲れ様でした。本当にもうかけてください。ニットもかけます？大丈夫です。ですか？じゃあ僕かけます。なんか言ってくださいよ。突っ込んでほしかった。いや、かぶれんのかなと思って。結構美人だと思うんですけど。ありがとうございます。彼氏絶対いますもんね。今も一緒に住んでて、来月その別れ破局前提なんですよ。でも結婚してないかも。結婚してない。破局でもなんでもないですね。ただ単に私はその今の家が更新になるタイミングで、もう別れますか。家更新イコール別れなきゃならないみたいな。いや、そう全然家更新を一回経験したんですよ。でも一回経験したけど、もう4年経つけども、なんかこんな感じしないし、別れっか。なるほど。円満。でも向こうもなんか承諾したみたいな。そう。さよならみたいな。面白いのか恐ろしいのか。家の更新あると同棲なんかできないか。いや、なんかその家の更新だからその別れるとかじゃなくてちょうどよかったなぐらい。なんかそろそろ別れようかなって思ってたタイミングで家の更新来てから別れっかみたいな。あれさ、家の更新がもうとどめみたいな。そう。じゃあ何年付き合ったってこと？トータル的に4年。5年っすね。お姉さん結婚願望あるってこと？いや、結婚願望は別にないんですけど。ないのかい。向こうがその年上なんで、向こうに結婚願望があるかもしれないなって思った時に、この人と結婚できんのかなって思ったらできないなと。人間としては好きなんですけど、男として別に好きじゃない。ドキドキしなくなっちゃって。ありますね。寂しいね。女扱いしてくんないみたいな。男としては多分良くなかったんだと思うんですけど、家族としてはいい人なんだと思うんですよ。結婚すればいいんですか？家族としては最高だ。でもお兄ちゃんだったらいいなみたいな。夫じゃなくて、なんかお兄ちゃんと付き合ってたんですか？そう。お兄ちゃんと付き合ってる私みたいな。年齢差どんぐらいだったんですか？そんなに。9個上。
すごいですね。よく付き合いましたね。なんか年上の方が好きなんですよ。あ、そうなんですね。その彼何が良くて付き合ったんですか、最初。なんかその振られた後だったんですよ。その付き合った時は、はいはい、ちょっと昇進中にあめちゃめちゃ好きだぜっていう感じで来たから、あまあ、たまにはめちゃめちゃ好きだぜって言ってくれる人の方に行った方がいいかなみたいな、私の心の穴をこの埋めてくれるかなみたいな。で、その一番最初付き合った当時にね、その気持ちが盛り上がって、おい、じゃあ一緒にね同棲しようぜっつって。やっちゃったもんだからなかなか別れられずなかなか別れられずって言い方はあれなんですけど、まあしかも犬まで飼っちゃったもんだから。いやー、ワンちゃんは2匹いるんですよ今。だから1匹ずつっていう形になって、ワンちゃんはなんでママいないんだろうみたいな思うんですよね。言葉通じないから、なんでいないんだろうごめんねって言いながら、お互いごめんねって言いながクリスマスだったんじゃないですか。ら、クリスマスね。何してるんですか。次がいて、おめでとうございます。よかったですね。先月ぐらい。僕が入り込みそうなあれはなかったんですね。いや、あるかもしれないですよ。あるのかよ、こら。さよならってやるかもしれない言えないけど。そのクリスマスは、まあその彼と彼氏がいない後輩が、ちょっと付き合ってください、クリスマス寂しすぎるんでって言って。実はお姉さんが寂しかったんですよね、本音は。そうねそうね。で、今彼にはだからその後輩が寂しがってるからって言いながらも、そう寂しいっていうよりかは、家に帰ったらお兄ちゃんがいるじゃないですかそのお兄ちゃんと彼氏別かなみたいなお兄ちゃんただいまただいまみたいな。同棲ってするもんですかね、やっぱ。同棲はでもした方がいいんですよ。そうなんですか。なんだろう、同棲せずに結婚するよりかは同棲した方がいいと思うんですけどで、仲良くもなれるし、安心もできるんだけど、仲良くなりすぎて、ちょっとお兄ちゃんに昇格しちゃうと、ちょっとさようならってなっちゃうから親戚みたいになっちゃうから、親戚のおじさんおじさんまで言ったらダメだ親戚のいとこのお兄ちゃんになっちゃうから。細かいわ。いや、いとこのお兄ちゃん、いとこのお兄ちゃんだよじゃあ結婚もっとダメじゃないですか。結婚なんてどうすんだ。いや、どうすんだろう。少子化問題また走っちゃう世の中。でも破局するけどまた新しいカップルが。そっか。じゃあこれからだ。よかった。少子化大丈夫